最強級の6人がイムに対決。ロックス、ついに黒天支配に陥る。皆さんこんにちは、私はシレンナです。長い2週間がようやく終わり、ワンピース第1163話速報が公開されました。タイトルは約束です。表紙はモンキー・D・ルフィが数匹の猿と一緒にパルクールをしている場面です。この話の展開は終始ハイテンションです。第1163話冒頭でのイムとロックスの対話の文脈で、イムは自身の世界を完成させるために彼ら全員を排除しなければならないと言っている。イムが一行と対峙し、ロックスをデイビー・ジョーンズと間違えて呼びますが、ロックスは自分はその人物ではないと応じます。イムはまたデジャブを覚えたのか、ロックスを800年前の宿敵と取り違えたようです。ルフィを見た時に常にジョイボーイを思い出すのと同じような反応です。ロックスは重要なセリフを叫びます。しかし、約束されたことは果たされねばならないという点には同意する。その約束は、どうやらデイビー・ジョーンズとイム本人の1000年前に遡る因縁に関係していそうです。リンリンが駆けつけ、戦況に加わり、ロックス率いる準4スベロギ3名と合わせて4人でイムに攻めかかる形になります。場面は海賊側へ移り、ロジャー海賊団は引き続きロックス海賊団と激しく交戦しているが、ロックス海賊団内部で内紛が発生する。ジョン船長は自身の直々の身の能力を使って銀票と対峙し、この能力は後にキッドに受け継がれることになる。混戦の中で金属製の武器を身につけていたドラゴンは磁力に引き寄せられて離散し、シャンクスとはぐれてしまい、シャンクスは一人で宝箱の中に這い上がることになる。同時にガンズイも武器の身の能力で戦局に加わるが、この実の力は後にバロックワークスの MR5 に受け継がれる。続いてガープとロジャーもイムへの対抗に参加し、ロックスとその直属の3人の最高幹部と共に出撃します。ある驚愕の見開きページでは、ロックス、ロジャー、ガープ、ニューゲート、カイドウ、リンリンの6人が揃ってイムを攻撃します。こりゃこれまでで最強級の合体技と言っていいでしょう。しかし残念ながら攻撃は成功せず、イムは即座に回復し、凄まじい覇王色の覇気を爆発させて島の増票たちを気絶してしまう。注目すべきはガープも戦闘に加わった点ですが、ゴッドバレー事件後にイムや五老星から処罰を受けていないことです。対抗側はガープを英雄の看板に仕立て上げ、事件の真相を覆い隠そうとしているのではないかと推測されます。しかし6人のトップ戦力による猛攻でさえイムは回復してしまいます。イムは非常に高いダメージ耐性と回復能力を示しました。この話の終盤、イムはロックスに対して黒天支配を使い、彼に自分の家族を殺すよう命じます。ロックスが悪魔化する前に、イムは邪悪な意志で彼を操り、怒りを煽り、さらには傷を与えさえしました。どうやらイムはロックスに対して意図的にそう仕向け、黒天支配を成功させるためにことを進めていたように見えます。こう見えると、当時のハラルドもまたイムに操られていた可能性が高いです。本当に先週木曜の私の考察動画での予想通りにことが動いています。ロックスは弱体化したところをイムに黒天支配され、ゴッドバレー事件の最終的なボスになりうる存在になり、最後はロジャーとガープの共同攻撃で撃たれる可能性が高い。ゴッドバレー大戦の最高潮がもうすぐ訪れます。またロックス自身は妻子に関する重大な変更を受けて感情が崩壊し、戦闘で弱点を晒してしまった可能性があります。その隙をついてイムは黒天支配をロックスに使ったのかもしれません。結果としてロックスも悪魔化し、島の残る海賊たちに対して無差別な攻撃を仕掛けた。ロックス本人の元々の強大な実力にマカによる倍増が加わって、彼はロジャーが生涯で遭遇した中でも最強級の相手となったのでしょう。最終的にロジャーとガープが協力してロックスを討ち取り、ロックスはマカによる寿命消耗で生き絶えたという筋書きです。ロックス海賊団はその後瓦解し、これは後に戦国が海軍での教えに織り込んだ結論とも符合します。振り返れば戦国はまさに言葉の達人で、言っていることは事実で結果も正しかったが、その背後にあった過程は想像以上に邪悪で血生臭かったということになります。ロックスがロジャーとガープに撃たれた後、イムはさらに大技を放ち、島の海賊を一掃しようとした可能性があります。各勢力は混乱の中でゴッドバレーから逃亡しました。カイドウは清流の姿になって飛び去ることができたし、バーソロミュークマたちはニキュニキュの実の能力で転送したのかもしれません。ここで注目すべきは指揮です。
もともと劇場版の登場人物であった四季は最近の回想での出番が増え、小田はハレーでこのキャラクターを正史に昇格させました。これは彼のふわふわの身の能力を生かす狙いがあるのでしょう。第1162話でロックスは神の騎士団の追撃を止めるために島を一刀両断しましたが、ロックスが切り離したその小さな陸海こそが四季や他のロックス海賊団残党の脱出に重要な役割を果たした可能性が高い。劇場版ワンピースフィルムストロングワールドでも見られたように、四季はふわふわの身で島を浮かせることができます。海賊たちは脱出後、一部は八の巣へ戻り、四季はゴッドバレー由来の浮遊島の資源を利用して巨大な艦隊を築こうと考えた。そしてその島を赤い土の大陸を越えて運んだ。これがもともと西の海の島がどうして楽園側の間の三角地帯に現れたのかを説明する一助となるかもしれません。四季のふわふわの実以外にそんなことを可能にするものはまず考えにくいでしょう。その後四季はマリンフォードで捕獲され、その島は放棄され、最終的に月光モリアに発見改造されて世界最大のスリラーバークになったというのが私の推測です。が過去に公開した考察動画でも多く語ってきたように、ケルベロスや古代巨人族オーズ、あるいはモリアが影を吸収して戦力を増すような振る舞い。スリラーバーク編全体はイム勢力の縮図のようにも見えます。例えばイムが得意とする憑依に相当する手法はモリアにも似た鋭革命がある。彼は影帽子を他人の影に融合させ、影の形を変えることで本体を操れるのです。モリアの支配の中心が影だとすれば、イムにとっての核心はやはり生命でしょう。これまでイムについては様々な考察が出回ってきました。得意な悪魔の実の能力者だという説や、そもそも悪魔そのものだという説もあります。しかし聖地深部にあるあの天龍神の国宝を無視しては本当の秘密にたどり着けないかもしれません。小田先生は我々との情報格差を利用していつでも従来の設定を覆すような新概念を投げてくる可能性があるので、私の分析はあくまで現存する手がかりに基づく推測にとどまります。とはいえ国宝、衛星、不死というタグは非常に目立ちます。あの天龍神の国宝はイムが支配を維持するための重要な装置である可能性が高いのです。イムは自身の衛星とその国宝を取引し、悪魔と契約を結ぶための力を得ているのかもしれません。今のところ私の傾向では、イムは最終的な黒幕の有力候補ですが、あるいは別の超自然的存在の代理人に過ぎない可能性もあります。ネローナ家のイム星から現代の世界王イムへと続く系譜を考えると、彼女は1000年に一度の衛星する怪物を具現化した存在と見ることもできるでしょう。しかしどんな力にも代償がある。イムの永遠の命を維持し、五老星や神の騎士団が戦闘中に再生し続けることを可能にするためには、他者の命を絶えず捧げる必要があるはずです。これは第一世界から存在していた邪悪な何かが第二世界でイムに発見され取引されたという筋書きとも整合します。イムはその頂上の力でジョイボーイと古代王国が有していた先進技術を打ち破り、ジョイボーイは3つの古代兵器を未来に隠す決断をせざるを得なかった。そう考えると筋が通ります。天龍神が3年ごとに行う人間狩りは単なる残虐な遊戯ではなく、あの国宝と悪魔へ命を捧げる儀式である可能性も否定できません。儀式遂行のために五老星の森林が必要とされることすらあり得るのです。イムはこの不死の力を通じて各天竜人の家を強固に縛り付けたのだと推察します。イムは力を共有し、彼らは権力だけでなく世界で好き勝手に振る舞える暴力的資本を獲得した。その代償として五老星や神の騎士団などの中核戦力の生命そのものがイムに結びつけられ、絶対的に従属することを強いられている。世界の現状が維持される限り、イムは権力の頂点に居続けられる。一方でロックスらが代表する D の一族は旧秩序に挑戦を続けている。真実を追い求める者がいる限り、イムが必死で隠してきた秘密はいつか暴かれるだろうし、第二世界で始まった未完の戦いは再び火蓋を切ることになる。私はそう考えます。この長きにわたる争いは自由と支配という思想の根本的対立に由来し、神典における半月の忍と満月の忍という2つの陣営の衝突にも通じています。太陽神二家が存在するならば、それに対立する矢の神や悪魔は一体誰なのかという問いが浮かびます。ロジャーのあいつはまだまだ無知だという嘆きは実に真実をついた一言です。
ロックスが生前に欲していた2つの悪魔の実についても、彼の最後の瞬間にその答えが明かされる可能性が高いと私は予感しています。そしてロジャーはこの戦いを通して自分のこれまでの冒険の浅さを知り、偉大なる航路と世界の究極的な秘密を探す新たな旅へと踏み出すのではないでしょうか。以上が今回の動画の内容です。最後までご視聴いただき本当にありがとうございます。もしワンピース漫画の熱心なファンであれば、ぜひ私のチャンネルを登録してください。皆さんの応援が私の動画制作の最大の原動力です。それではまた次回をお会いしましょ